構これすっごい並んでる。これ今日はですね、宇都宮に来てます。宇都宮初めて来たけど、駅前はこんな感じで結構都会的な感じですね。宇都宮っていうと最近できたこのライトラインっていう路面電車が注目を集めてるらしいですね。しかし宇都宮といえば何といっても餃子の街。はい、餃子像って駅前にあるんですね。宇都宮は餃子の購入額で何度も日本一となるほど餃子の人気が高く、餃子を扱う店が300店もある餃子の聖地。じゃあ今日は餃子を食べつつ宇都宮を観光したいと思います。ここも餃子屋さん、ここも餃子屋ですね。僕が住む富山は寿司県を目指しているんですけど、寿司県を目指すならばこんな感じでお店を増やさないといけないね。と思ったらなんかエスニックなお店があって、ネパール料理のお店があって、これもなんかエスニックなお店で、このウエスタンユニオンっていうのって海外に送金するのに便利な銀行なんでしょ、きっと。ちょっといい感じの雰囲気の商店街なんですけど、ここってね、実は奥州街道なんだそうですよ。今でもこんなの残ってんだね。はい、どっかここにね、餃子の有名店が集まってるフードコートがあるらしいんだけど、どこなんだろうね。ここみたいだね。ここみたいね。なんかショップ、ここなんだね。結構大きいですね。人気店。これ揚げ餃子の店にしてます。そうですね。宇都宮ミンミの特徴は何ですか？特徴っていう特徴はないんですけど、はい。まあもう毎日食べても飽きないような感じの餃子を選んでますね。はい。ミンミンの餃子です。やっぱり昼リですよね。休みだしね。皮がパリパリして中ジューシーですごく美味しいですね。はい、揚げ餃子もいただきます。
買ってこれは駅前にあった餃子のオブジェですね。餃子のペーパーウェイトもしくは箸置きだって。餃子のイヤリング、UFO キャッチャーまで餃子です。はい、餃子食べて、ちょっと散歩しようと思います。ここは二荒山神社って言って、下野の国一宮なんだって。日本一の地平線が一望できます。日本一の地平線ってどういう意味？ただいま宇都宮城っていうところに来たんだけど、これはなんか工事中ですね。これね、残念ながら。これ意外とですけど、意外とっていうかなんていうかコンクリートなんですね、これね。っていうか見慣れないのはこれ石垣じゃないとこだよね。なんでだろう。これだ。これ昔の姿で、この赤い線のところが今復元されてるとね。これはですね、城主の住むとこじゃなくて、将軍が日光に参拝に来た時の宿泊所だったと。徳川家光が一番回数は多かったですね。家光が一番多くて、その後は間を置いて、4代、8代、10代、12代と1回ずつ。はい、今夜のお宿はここです。はい、お部屋はこんな感じです。夜になったので餃子通りを歩こうと思いますけど、これが餃子通りなんですね。ですけど今日はですね、火曜日ということでいくつかの店は休んでるらしいですね。これ有名店らしいです。だけど休みですね。これ昼に、フードコートみたいなところで食べた、宇都宮みんみんですけど、これも今日は休みですね。
この全部で5店あるって言ってたけど、この店も休みで。本日販売だってよ。いや、ここの店もさ、あれですよ。完売ってこんな早く閉まっちゃうの？餃子通り、今日は乾杯ですね。もうちょっと調べてくればよかった。後で地元の人に聞いたら、餃子通りは人気があるので昼に行き、夜は確実に食べられるキラッセに行くのがいいらしいですね。餃子通り空振ってしまったので、地元の人に聞いたら、ここのラーメン屋さんの餃子が美味しいよということで来てみました。入れたらいいな。ちょっとパリパリ、中ジューシー。やばいねこれ。餃子通り再挑戦しようと思うんですけど、これは昨日食べた有名店ですね。ここにも2軒ありますけど、なんかこれすっごい並んでる。これ行列ができてるとつい並んじゃいますね。餃子と佐野ラーメンのセットをいただきます。肉の旨味が凝縮されてニンニクが効いた餃子ですね。初めて食べる佐野ラーメンはもちっとした縮れ麺であっさりとした醤油スープ。やっぱ餃子とラーメンの組み合わせは最高ですね。というわけで餃子の町宇都宮を観光してみましたが、餃子店が多くて名店が集まるフードコートもあり、餃子グッズや餃子関連商品もたくさんあって、宇都宮の餃子愛が肌で感じられましたね。チャンネル登録よろしくね。